シェイシェイ。出ましたね。はい、こんにちは、ガジェログです。今回はこの Xiaomi スマートバンド7 Pro ですね、到着してから1週間ほど経ったんですけども、1週間使ってきた中での良かった点と、そして気になった点に関してお伝えしたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。では早速良かった点の一つ目になりますが、それはですね、文字盤を見ていただきますと分かりますが、文字盤に秒表示が使えるものが多いといった点です。この文字盤に関しましてはアナログになりますけど、このデジタル時計の表示がある文字盤はここにね、37秒、38秒、39秒っていう風にデジタルの秒数表示ができる文字盤があるといった点が良かったなと思います。こうした文字盤が意外と他のバンドでないのが多いんですね。例えばですけども、この Xiaomi スマートバンド7になります。この無印タイプ7の方はデジタル時計の文字盤に関しましては秒数表示ができるものを今のところ見つけ出すことができていません。おそらくね、サードパーティー製の文字盤など出てくれば秒数表示に対応しているものを今後出てくるかもしれませんが、デフォルトのもので秒数表示できるものは今のところ見つかっていません。もしありましたらね、教えていただければと思いますが、それに対しましてこの7 Pro はデフォルトの文字盤で秒数表示が対応しているものが存在しています。この文字盤だけでなくてですね、最近よく使っているこちらのスポーツタイプですね、この文字盤も秒数表示がついています。これがね、あるかないかって言いましたらやっぱあった方が便利なんですが、ただですね、ちょっと気になる点もあります。この秒数表示ができるタイプの文字盤はもしかしたらなんですけども、バッテリー消費が激しいのかなっていう気もしてきました。後ほどね、バッテリーに関することもお伝えしたいと思いますけども、なんとなくですね、使っていてバッテリー消費が大きいなという気もします。それに関しましてはね、ちょっと定かではありませんが、なんとなく肌感覚としてそういう気がします。では次のね、良かった点なんですが、それは自動調光機能がすごく便利だなというふうに思いました。この7 Pro モデルはこの明るさセンサーがね、どっかについていまして、明るさを自動で変えてくれます。今ね、このように明るく映っていますが、屋外に行くとこのまま行くと通常は結構暗くなりますね。直射日光の下でさらすと結構暗く見えるんですが、調光機能のセンサーで自動的にね、画面を明るくしてくれるので、屋外でも本当にはっきりよく見えます。サングラス越しでもはっきり見えますし、肉眼でも当然ながらしっかり見えます。この夏の時期にしっかりはっきりと見えるってことは一年中大丈夫じゃないかなというふうに思います。その点で言いますと、やっぱりこのね、無印の7モデルはその明るさ調整ついていませんので、やっぱりこちらの方にね、ちょっと優位性があるのかなと思います。そしてですね、次の良かった点なんですが、これは使ってみて本当に気づいた点なんですが、それはですね、この文字盤の中に通知があるときに、この8の部分の上のあたりにですね、この上部の真ん中のところに通知アイコンが出てきます。例えばどういった時に出るかと言いますと、当然ながらメッセージが来た時ですね。今通知ありませんよと出ていますが、通知が来た時にどうなるかっていうのを今からちょっとお見せしたいと思います。はい。今 LINE を送りましたけども、一つねちょっと情報としては LINE の場合の通知アイコンはこのようなデフォルトのものになります。 LINE 専用のねアイコンが表示されるわけではまず一つありません。そして今出ましたね、この8のこの上の部分に通知アイコンが出ています。今何か新しいね通知ありますよっていうことを示しています。これまで見てきた情報の中にこういった機能あるっていうのを知らなかったんですが、使ってみて初めて気づきました。これはですね、タップしますとこのように表示されます。先ほど LINE でテストっていうのを送りましたのが表示されます。で、開きますとこのように見ることができます。で、消すときはですね、このクリア、このようにして削除することができます。例えばですね、他にもこういった面もあります。例えばタイマーを使ってみたいと思います。それで10分ですね。今スタートしました。この7 Pro に関しまして以前ねご紹介しましたが、無印の7タイプは停止して終了させる以外このタイマーからホームに戻ることができません。しかしながらこの7 Pro はタイマーを起動してからこのように戻ることができます。しかも今お伝えしていますこの通知アイコンですね、タイマーが動いてますよっていうふうに通知アイコンとしてここに表示されています。これがねめちゃめちゃ便利ですね。やっぱりタイマーを動かしていたことすら忘れてしまうっていうことも時折あるわけなんですが、その時にねここの画面を見るとタイマーが動いていたんだなっていうふうに思い出すことができます。でしかもですね、
ここからこのように飛ぶことができます。ですので、タイマーを動かしたまま気づかないっていうこともなくなります。この機能はね、ついてるかついてないかって言ったら、めちゃくちゃやっぱりついていて便利だなと改めて思いました。そして次の点なんですが、ワークアウトのウォーキングですね。これ使いますと、ここに GPS の表示が出てきます。これ屋外行きますって、だいたいそうですね、今、出てきましたね。これが認識するまで今見ていただきましたら、だいたい10秒ぐらいでしょうかね。外に行きますともっと早く即位してくれますので、このあたりは普段使いとしては申し分ないなと思います。決して遅いわけでもありませんし、早いわけでもないということで、そこそこの速さで即位してくれるということになります。で、これを5を押しますと、3、2、1とウォーキングがスタートになります。そしてウォーキング中のユーザーインターフェースはこのような情報が表示されています。現在のタイムですね。そしてキロ数、心拍数、カロリーとかですね。そしてステップ歩数とかですね。1キロごとのタイムでしょうかね。もうこんな感じでワークアウト中の UI が表示されます。で、止めるときはこのエンドっていうところがありますので、長押しするということになります。そうしますとね、ワークアウト終わりますかと出ていますので、ここでエンドを押します。これでワークアウトを終了させることができました。というわけで、これがね、良かった点になります。では、この後ね、気になった点もお伝えしたいと思います。まずその一つ目なんですが、時々ですね、アプリで設定した各項目の設定ですね、オンにするとかオフにするとかありますけど、その項目が変更されていることがしばしばあります。例えばですね、今お伝えしている点で最近ちょっとおかしな点がありまして、この着信のところですね。そうしますとね、電話の着信があった場合、バイブレーションで教えてくれるわけなんですが、これ以前オンにしてあったつもりなんですが、これ先ほど見ましたら、オフになってたんですよ。メッセージで返信もオフになっていました。これオフにした記憶がないんですけどね、変わっていたのでびっくりしました。そしてアプリの通知ですね。この部分も全部オフになってたんですよ。バグなんでしょうかね。当然ながらアプリの通知って大事ですのでね、オフにしてあるってことは考えにくいです。そしてもう一つね、おかしな点があったんですが、このアラームがね、この部分にあります。右上の部分ですね。タップしますと今、朝5時半に毎日オンにするっていう設定になっていますので、これは残念ながらスマートアラーム機能はついていないんですね。ただですね、これ使い始めて数日ですね、2、3日経った頃にちょっとおかしいなっていうふうに思いました。5時半にセットしたつもりなんですが、朝5時にバイブが鳴りました。おかしいな、今日は5時半にセットしてあるつもりなんですが、5時になんでバイブ鳴るんだっていうふうに思いました。次の日はしっかり5時半になっていました。ですので、やっぱり勘違いかなと思いまして、次の日はこの2つセットしてみたんですね。5時45分に保険をかけていたわけです。そうしましたらですね、5時半のところが5時に振動しまして、5時45分のところが5時15分に振動しました。これもちょっとさすがにね、ボケていたっていうことはないと思うんですね。2つ同時にやっていますので、この辺ね、バグであればいいなと思いますが、ひょっとしたら5時半にセットしているんですが、目覚めが良さそうだったので5時に起こしたっていうこともあり得るんですよね。機能としてはスマートアラームついているとは言っていませんので、目覚めのいいタイミングを見計らって起こすっていうそういった機能がひょっとしたらついてる可能性もなきにしもあらずということで、メーカーとしては言っていないだけかもしれませんのでね、そのあたりはちょっと定かではありません。そしてですね、今お見せしている中でちょっと気づいている方もいらっしゃるかもしれませんが、操作系統がちょっと怪しいんですよね。例えば通知はいいかと思います。上から下にこのように下げてくると通知があればここに表示されます。この動作、動きはいいですね。で、次にですね、この画面上をこのように右にスワイプしていきますと各機能、割り当てているものが表示されます。しかしながらループしないんですよね。これ結構不便ですよね。ここまで行きますともうループしてホームに戻りたいんですが、戻んないといけないんですよ。これが地味に不便ですね。そして左にスワイプしますとここに各機能がありますね。そしたら戻りたいなと思った時にこうやって戻りますが、ここもこのようについついやってしまいがちなんですよ。でもホームはこっち側なんですね。この動きがなかなか直感的にできないっていうのが
気になってしまいます。私自身がちょっと慣れないっていうのもあるかもしれませんが、今まで他のバンドを使ってきた上でこのような動きをするっていうのはやっぱりちょっと慣れないなというふうに思います。そして次の点ですね。それはバッテリーの消費に関する事柄ですね。まだ1週間しか使っていませんので何とも言えない部分もありますけども、例えばですね、今これ表示してありますのは文字盤になりますが、AOD を使った場合ですね。これが AOD を使った場合の表示になります。シンプルなデザインになってますね。これは文字盤によってデザインが変わります。その上でなんですけども、初期設定をした後に AOD を設定した上でバッテリーの消費を測っていましたが、約3日しか持たなかったっていうことになります。2日半って言った方がいいかもしれませんね。ちなみに設定なんですが、ヘルスケア系は全てオンになっています。心拍数や SpO2 ストレス表示、そしてスタンディングとかですね、そのあたりもできるものは全部オンにしてあります。ですので、2日半かなっていう感じでした。これはさすがにちょっと短いですね。そして今現在も計測しているんですが、AOD をオフにした場合の消費電力になりますが、よくて1週間ぐらい持つかなという感じになりますね。ですのでバッテリー持ちに関しましてはやっぱりね、こちらのね、Xiaomi スマートバンド7、この無印のタイプよりも画面が大きくなったっていうのもありますし、 GPS もついてますし、そういった面でやっぱりバッテリー消費は大きくなっています。ただし AOD をオフにしてある状態で、ヘルスケア系は結構オフにしてあります。ストレス測定、スタンディングですね、そのあたりはオフにしてあります。また心拍数の測定も30分ごとに1回っていう風にしてあります。このあたりでだいぶ消費電力を抑えているつもりなんですが、それでも 10% 強減っていくなという感じがしますので、バッテリー消費は大きいなと言わざるを得ません。そして最後ですね、このバンドとですね、このスマホをね、ペアリングしてあるわけなんですが、Mi Fitness のアプリのプロフィールのところにあります設定っていうところがあるんですが、ここにですね、接続アラートっていう項目があるんですね。ウェアラブルデバイスがスマートフォンと接続または切断した時に通知を受信するとありますが、オンにしてあるんですが、一向に切断時に結構遠くに離れても通知が来ないんですね。以前ファーウェイバンド7で置き忘れ防止にね、いいよっていうそういった動画を出しましたけど、全く同じ機能なんですが通知が来ません。検証しようにもこれをオンにするかオフにするぐらいしかないので、当然ながらペアリングして同期もされている状態なのに通知が全然来ません。これはやっぱりバグなのか、もしくは何かしら設定が他にあるのかちょっとわからないんですね。このあたりもですね、ちょっと定かではない部分もありますが、今のところこの切断アラートが機能しないっていった点もちょっと気になっています。最後余談になりますが、このモデルが発表される前ですね、この穴なんだろうっていうふうにね、ちょっとお伝えしましたけど、実際ここね、穴が開いています。で、これがですね、おそらく Xiao AI のマイク穴じゃないかなというふうに今は思います。この項目の中に Xiao AI ってあるんですが、これ Xiaomi のいわゆる音声アシスタントですね。今何か読み取ってますが、例えばニーハオってね、今出ましたね。このように音声アシスタントついてるんですけどね、そのマイク穴じゃないかなというふうに今は思います。ですのでここで明るさセンサー感知してるとかね、そういったことではなく、多分マイクだなというふうに今は思います。シェイシェイ、出ましたね。でも返ってきたのが読めませんはい。というわけで今回この Xiaomi スマートバンド7 Pro のファーストインプレッションをお届けしました。購入された方はいかがでしょうか。そして今ね、到着を待っている方、そして購入を検討されている方の参考になれば幸いです。今後もね、ちょっと使っていきたいと思いますので、また良かった点や気づいた点、また気になる点もありましたらお伝えしたいと思います。では本日は以上となります。この動画が良かったよって方は高評価、そしてまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。